今日はローストチキンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はローストチキンを作りたいと思います。はい、ということで今回はもうすぐクリスマスということで、クリスマス料理にぴったりなローストチキンを作っていきます。今回のローストチキンなんですが、骨付きのもも肉を使って作っていきます。作り方自体はお肉を漬け込んで焼くだけなのですごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料からご紹介します。材料はこちらです。骨付きの鶏もも肉、マッシュルーム、玉ねぎ、じゃがいも、ミニトマト。具材はこちらを使っていきたいと思います。今回使う鶏もも肉なんですが、骨付きのね、お肉を使っていきたいと思います。今の時期になるとスーパーにも売ってると思うので、ぜひチェックしてみてください。骨付きのね、鶏もも肉以外はお好みの具材を一緒に焼いてみてください。続いて、調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、料理酒、みりん、蜂蜜、おろしにんにく、オリーブオイル、塩、胡椒。調味料はこちらの材料を使っていきます。今回のポイントは蜂蜜です。蜂蜜が加わることでとても味わい深い美味しいローストチキンに仕上がります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに調味料をね、合わせていきます。器にお醤油、料理酒、みりん、そして蜂蜜を加えます。そしてよく混ぜましょう。調味料の準備はこれで OK です。こちらのおろしにんにくに関しましては吸い込んでいくので入れないようにしてください。それでは続いてお肉の下処理をしていきます。まずね、皮じゃない裏面の方ですね、骨に沿って切れ込みを入れてください。そうすることで火の通りが良くなります。今回私のはね、もうすでにスーパーさんの方で切れ込みを入れといてくれてたので、こんな感じでね、切れ込みが入ってます。なのでもし入ってない場合は必ずね、骨の横ですね、ここに切れ込みを入れてください。切れ込みを入れるときはこうやってハサミで切っていただいてもいいですし、包丁でやっていただいてもどちらでも大丈夫です。まずですね、この鶏肉の水分をキッチンペーパーでしっかりと拭き取ってください。水分が残ってると臭みの原因とかになったりするので、水分は必ずね、拭き取りましょう。特にこの切れ込みが入ってるものに関しましては、切れ込みの部分に結構水分が溜まってることがあるので、しっかりとね、拭き取ってください。皮の面も同じように拭き取ります。そしたら下処理をしていきます。そんなにね、やる必要はないんですけど、こうやって見た時に余分な油とかね、皮があったらそこの部分はね、取り除いてください。皮に関しましてはあんまりやりすぎると縮こまりすぎちゃうので、皮の取りすぎはね、注意してください。この時もキッチンバサミを使うと簡単です。こういったね、ちょっと筋っぽいところですね、こんな感じかな。このように下処理してください。それではね、もう一つも同じように下処理していきます。はい、両方ね、下処理が終わりました。切れ込みを入れる部分なんですが、もうちょっと詳しく言うと、曲がってる部分からこの出っ張ってる骨の部分ですね、ここまでね、スーッと切れ込みを入れてください。そうしましたら今度はフォークで穴を開けていきます。そうすることで味がね、中に浸透しやすくなります。で、この時ね、お肉ちょっと硬かったりするので、手を怪我しないように注意してください。裏面にしてこの皮の部分もね、きちんと穴を開けましょう。はい、 OK です。それではもう一つもね、同じように穴を開けていきます。はい、穴開けが終わりました。そうしましたら続いてここにですね、おろしにんにくをすり込んでいきます。こんな感じで手に取って全体にね、すり込んでいきます。そうするとね、しっかりと風味が出てね、美味しい仕上がりになります。皮の部分にもね、すり込んでください。で、こちら側も同じようにすり込んでいきます。で、もしね、ちょっとニンニクが苦手だなっていう場合はおろし生姜でも OK です。おすすめはね、ニンニクです。で、しっかりね、全体にすり込んでください。そしたら続いて塩コショウですね。塩コショウをすり込みます。これはね、結構軽めで OK です。
はい、そしたらですね、大きめのジップ袋を用意してください。そしてこちらのお肉を入れます。で、このように入れてください。そしたら先ほど作っておいた特製ダレを入れてください。全部一度に入れましょう。入れたらですね、しっかりと揉み込んでください。こんな感じです。このように染み込ませます。で、そしたら全体がね、しっかりとタレに浸かるようにして空気を抜きます。で、口を閉じましょう。で、このようにきちんと口を閉じたら冷蔵庫で1時間漬け込みます。途中でね、裏返していただくと両面きちんとね、味が浸透しやすくなります。なので30分経ったら一度裏返してまた30分ね、冷蔵庫で漬け込んでください。それではね、漬け込んでいる間にお野菜の準備をしていきます。まずじゃがいもですね。じゃがいもは今回皮付きの状態で使っていくので、必ずね、綺麗に皮を洗ってください。そして水分を拭き取ります。あとはね、食べやすい大きさに切っていきます。切り方はお好みで OK です。あとね、じゃがいもの芽がある時もね、取り除いてください。品種に関しては今回私はメイクインを使っていくんですが、品種もね、お好みのものを使用してください。はい、 OK です。そしたらじゃがいもはボウルに入れます。そして水にさらします。で、このように水にね、だいたい5分から10分ぐらいさらしてアクを抜いてください。はい、それでは続いて玉ねぎです。玉ねぎはね、まずヘタの部分を切り落とします。今回ね、玉ねぎは皮ごと焼いていきたいと思うので、皮付きの状態でね、切っていきます。よいしょ。この切り方もね、お好みで OK です。はい、玉ねぎはこれで OK です。それでは続いてマッシュルームです。こちらはね、食べやすい大きさに切ってください。量的にはね、5個ぐらいかな、切っていきたいと思います。マッシュルームもね、ホワイトマッシュルームとブラウンマッシュルームがあるんですが、今回はブラウンマッシュルームを使っていきます。ブラウンマッシュルームの方が香り高いので、おすすめはブラウンマッシュルームです。マッシュルームの準備はこれで OK です。ミニトマトに関しましてはこのまま使っていくので、水洗いして水を切っておいてください。それではですね、続いて切ったお野菜にオリーブオイルをつけていきます。まずじゃがいもですね。じゃがいもは水を切ってしっかりとね、水分を拭き取ってください。続いてマッシュルーム、そして玉ねぎ、あとはミニトマトですね。ここにオリーブオイルを回しかけます。あと軽く味付け、塩コショウですね。そしたら全体を混ぜます。全体にね、オリーブオイルを絡めてください。はい、野菜の準備はこれで OK です。はい、1時間漬け込み終わりました。そしたらこちらをですね、オーブンの天板の上に出していきたいと思います。オーブンの天板にはオーブンシートまたはクッキングシートを敷いてください。皮目を上にして置いていきます。よいしょよいしょ。皮もね、きちんと伸ばしてください。はい、このように置きます。この漬け汁もね、使うのでちょっとね、このまま置いておきましょう。そしたら続いてこちらお野菜ですね。じゃがいもと玉ねぎだけを入れます。マッシュルームとミニトマトはね、後から入れていきます。こんな感じでね、ちょっと適当に間とかにも入れて並べます。そしたらですね、続いてこのお肉の表面にオリーブオイルを塗っていきます。そうすることで表面がパリッとしやすくなります。今回ね、漬け込み時間1時間なんですが、最低1時間漬け込んでいただいて、長い場合だとね、前日にね、準備しておいていただいても OK です。クリスマスのね、前日の夜とかに漬け込んでおいて、で、次の日焼くみたいな感じでも OK です。この漬け汁、これもね、さらに上から軽く塗ります。じゃがいもとね、玉ねぎの方にも塗っていきます。はい、 OK です。こんな感じにしてください。そうしましたら今からオーブンを200度に予熱し始めます。その間ね、少しこのお肉を常温の状態に戻していきます。そうすると火の通りも良くなります。ではオーブンを予熱し始めます。だいたい10分ぐらいですね、予熱してください。はい、それでは予熱が終わったので、まず15分ね、200度のオーブンで焼いていきます。はい、今ね、15分経ちました。ちょっと焼き色がついてきましたね。15分経ったら一旦取り出してください。そしてもう一度ですね、先ほどの漬け汁をつけていきます。そうすることでね、香ばしい焼き色がよりついて美味しい仕上がりになります。
であとはですね、肉汁とかも出てるので、それもねこういったハケを使って塗ってください。じゃがいもとかにもね肉汁をつけてあげると美味しい仕上がりになると思います。余ったつけ汁をね最後もったいないので上からかけちゃいたいと思います。よいしょ。あとはこちらですね、残しておいたお野菜も乗せていきます。空いてるところに置いていきます。はい、 OK です。それではですね、残り時間ですね、同じ200度のオーブンで15分焼いていきます。オーブンの種類によって焼き加減とか変わってくると思うので、様子を見ながら最後はね調整しながら焼いてください。もし焦げそうな時はねアルミホイルをかぶせて焼き続けてください。はーい、美味しそうに焼き上がりました。トータルで全部で30分焼いてます。美味しそうに仕上がってますね。そうしましたら最後ね、きちんと火が通ってるかチェックします。分厚い部分のお肉に竹串を刺して、でこの時に肉汁がね透明になってれば OK です。まだちょっと濁ってる時は多分ちょっと生の状態なので、もう少しだけね焼いてみてください。それではね、お皿に盛りたいと思います。はい、これでローストチキンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにこんがり焼き色がついて美味しそうな仕上がりになってます。持ち手のところにアルミホイルを巻いて、そして可愛いねクリスマスリボンをつけました。こちらもねお好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。すんごくジューシーです。しっかりねお肉にも味がついててとても美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のローストチキンのポイントです。まず今回お肉なんですけれども、骨付きのもも肉を使ってます。クリスマスシーズンになると割とスーパーに置いてあるので、ぜひチェックしていただけたらと思います。もしどうしてもね手に入らない場合は手羽元を代用したりとか、あとは骨付きじゃない通常の鶏もも肉を使っていただいても OK です。準備できるもので作ってみてください。そしてまずですね、この骨付きタイプの下処理についてなんですが、まず裏の部分の骨の脇ですね、そこに切れ込みを入れてください。そうすることで火の通りが良くなるのと、あと食べる時も食べやすくなると思います。そして切れ込みを入れたら、あとは余分な油などを取り除いてください。そしてその後はですね、フォークで全体に穴を開けてください。そうすることで味が浸透しやすくなります。そして下処理が終わったら、まず最初におろしニンニクをすり込んでください。最初にニンニクをしっかりすり込んでいただくことで、とても香ばしくて美味しい仕上がりになります。そしてその後はですね、つけだれにつけて漬け込むんですけれども、最低でも1時間漬け込んでいただいて、その後だいたい1日ぐらいはね漬け込んでいただいても大丈夫です。なのでもし忙しい時は前日の夜に仕込んで、次の日食べる前に焼いていただくといいかなと思います。そしてあとは焼くだけなんですけれども、焼く時はですね、焼く前に表面にオリーブオイルを塗ってください。そうすることで綺麗な焼き色がつきやすくなります。そしてオリーブオイルを塗ったら200度に予熱したオーブンで一度15分焼いてください。そして15分経ったら一旦取り出して、もう一度ね上から漬けだれを塗ってください。そうすることでしっかりと味が染み込むのと、あとはより焼き色が綺麗になります。そして最後もう一度15分焼いてください。でこの焼き時間に関しましては、お使いのオーブンによって焼き具合が変わってくると思うので、こちらの2回目の焼き時間に関しましては様子を見ながら調整してください。最低でも15分焼いていただいて、でその後はね様子を見ながら調整してください。途中でもしね焦げそうになってしまった時は、上にアルミホイルをかぶせて焼いていただくといいかなと思います。そして焼き終わったら取り出して、一番お肉が分厚い部分に竹串を刺して肉汁が透明になってれば OK です。この時に少し肉汁が濁ってる時はもう少し焼いてみてください。そして今回はですね、じゃがいも、玉ねぎ、マッシュルーム、ミニトマト、こちらの4種類の野菜も一緒に焼きました。こちらの野菜に関しましてはお好みの野菜を使ってください。作り方自体はねもう漬け込んで焼くだけなのですごく簡単です。ぜひねクリスマスやパーティーに作ってみてください。はい、ということで今日はローストチキンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。